桶谷です。今回は腎臓が弱っている危険サインというテーマで、知らずに放っておくと手遅れになってしまう腎臓からの SOS をご紹介します。動画の冒頭で少しお話をしてから、最初に腎臓の構造や働きなどの基本的な解説をして、その後に腎臓が弱っている危険サインをご紹介します。動画は好きなところからご覧になれますので、概要欄の目次から見たいところを選んでいただければと思います。皆さんは最近、なんだか体がだるい、トイレの回数が増えた、そんなことを感じたことはないでしょうか。もしかすると、それは腎臓が弱っているサインかもしれません。腎臓は沈黙の臓器とも呼ばれていて、異変が起きても気づきにくい臓器です。ですから、毎日元気に過ごしていても、実は知らないうちに腎臓の働きが低下していて、気がついた時には手遅れだったということもあります。特に怖いのは、腎臓の機能が大きく低下すると人工透析が必要になることです。人工透析には4、5時間かかりますし、それを週に3回、しかも一生続けないと生きていけません。家族にも負担がかかりますし、旅行や外出の自由も制限されるようになります。ですから手遅れになる前にちゃんと病院で見てもらって治療することが重要です。そこでこの動画では腎臓が弱っている時の危険サインを5つご紹介します。このサインに気がつければ腎臓を守ることができますし、逆に見逃してしまうと手遅れになるかもしれませんので、自分は大丈夫か確認しながら最後まで見ていただきたいと思います。こちらのチャンネルでは毎週健康に役立つ情報を分かりやすくご紹介しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をして、ご意見やご感想はお気軽にコメントしていただければと思います。それでは早速ご紹介していきましょう。それではまず腎臓について詳しく解説していきます。先に腎臓が弱っている危険サインをチェックしたい人は概要欄に目次がありますので、そちらから選んで再生していただければと思います。腎臓は私たちの体の中でとても重要な働きをしている臓器です。しかし、心臓や肺のように目立つわけではないので、普段意識することはほとんどありません。そのため、腎臓について詳しく知っている人も少ないことと思いますので、この機会に一度腎臓について基本的なことを皆さんにも知っておいてもらいたいと思います。この章では腎臓の位置と大きさ、腎臓の構造と仕組み、腎臓の働き、腎臓が弱るとどうなるのかといった基本的なことを分かりやすく解説していきます。腎臓は私たちの体の背中側にあって左右に一つずつあります。ちょうど背骨の両側に位置していて、肋骨の一番下あたりの高さにあります。腎臓の大きさは握り拳ほどで、形はそら豆のような形をしています。縦に10センチから12センチ、横に5、6センチ、厚さが 2.5 センチから3センチ程度で、重さは120グラムから150グラムです。腎臓は体の中に2つありますが、一つが機能しなくなっても、もう一つの腎臓が補うことで、ある程度の機能を維持することができます。しかし、両方の腎臓が弱ってしまうと、深刻な健康問題につながります。腎臓の中には、ネフロンと呼ばれる小さなろ過装置が約100万個も詰まっています。ネフロンは糸球体と尿細管という2つの部分から成り立っていて、血液をろ過して不要なものを尿として排出する役割を担っています。腎臓には腎動脈という血管がつながっていて、ここを通じて大量の血液が腎臓に流れ込んでろ過されます。ではここで問題です。腎臓がろ過する血液の量は1日でどのくらいでしょうか。1、ペットボトル1本分。2、バケツ1杯分。3、ドラム缶1本分。正解は3のドラム缶1本分です。なんと腎臓は1日にドラム缶1本分、約150リットルもの血液をろ過しているんです。そのうち体に必要な成分は再吸収され、不要なものだけが尿となって排出されます。
こうして腎臓は血液をきれいにし、体内のバランスを維持するために24時間休むことなく働いています。腎臓の主な働きは次の5つがあります。まず1つ目は血液をきれいにします。腎臓の最も重要な役割の一つが血液をろ過して老廃物を取り除くことです。そのため腎臓は24時間休むことなく血液をろ過して不要な物質を取り除いています。私たちの体は普段の生活の中で様々な老廃物を生み出します。例えば食事から摂ったタンパク質が分解されると尿素が発生しますし、体を動かして運動するとクレアチニンという老廃物が発生します。これらの老廃物が体内に蓄積すると有害になります。腎臓は1日にたくさんの血液をろ過して、その中から不要な物質を取り除きます。老廃物は尿として排出され、きれいになった血液は再び体内に送り返されます。この働きがなければ体内に毒素が溜まって全身に悪影響を及ぼしてしまうことになります。このように腎臓はフィルターのような役割を持ち、血液をきれいにしてくれています。2つ目は体の水分を調整します。腎臓は体の水分量を調整する重要な役割を持っています。腎臓の水分調整の仕組みは蛇口付きのバケツのようなものです。体に水分が多すぎるとバケツの蛇口を開いて余分な水を流し、逆に水分が足りないときは蛇口を閉めて水をできるだけ保持します。こうして体内の水分が一定に保たれています。例えば水をたくさん飲んだ時には腎臓が水が多すぎると判断して尿の量を増やして余分な水を排出します。逆に水分が不足していると腎臓は尿の量を減らし、体が必要な水をできるだけ逃がさないようにします。この働きが低下すると余分な水が体に溜まってしまってむくみが生じたり、逆に水分が足りない脱水状態になってしまいます。3つ目は血圧を調整します。腎臓は血圧を適切に維持するためにレニンというホルモンを分泌して血圧の調整をしています。血圧が低くなりすぎると腎臓はレニンを分泌します。レニンは体内の他の物質と連携して血管を収縮させ血圧を上昇させます。この働きによって血液がしっかりと全身に行き渡るようになります。しかし腎臓の機能が低下するとレニンの分泌がうまくコントロールできなくなるので、血圧が必要以上に高くなったり低くなったりします。特にレニンが過剰に分泌されると血圧が上がり続け、高血圧の原因になります。高血圧が続くと血管に負担がかかり、脳卒中や心臓病のリスクが高まります。このように腎臓は血圧を正常に保つために重要な役割を果たしていて、その働きが弱まると全身の健康にも大きな影響が出ることになります。4つ目は血液を作るホルモンを分泌します。腎臓は血液を作るために必要なエリスロポエチンというホルモンを分泌しています。このホルモンは骨の中にある骨髄に働きかけ、新しい赤血球を作るように指示を出します。赤血球は全身に酸素を運ぶ重要な役割を持っているため、不足すると体の様々な機能に悪影響が出ます。ですから赤血球が不足しないように腎臓には血液中の酸素の状態を感知するセンサーがあります。そのセンサーが酸素不足を感知すると腎臓はエリスロポエチンの分泌量を増やします。この働きによって赤血球の数が増え、血液中の酸素不足が解消されます。逆に酸素が十分にある場合は必要以上に赤血球が増えないようにホルモンの分泌を抑えます。このように腎臓は血液を作るための重要なホルモンを分泌し、全身に酸素を供給する役割を担っています。5つ目は骨を丈夫にすることです。腎臓は骨を丈夫に保つために重要な役割を果たしていますが、その鍵となるのが活性型ビタミン D の生成です。ビタミン D は食事や日光を浴びることで体内に取り込まれますが、そのままでは十分に働くことができません。
腎臓はこのビタミン D を活性型ビタミン D に変換して骨を強くする働きを持たせます。活性型ビタミン D は腸からカルシウムを吸収しやすくし、血液中のカルシウム濃度を適切に保つことで骨を丈夫にします。このように腎臓は骨の健康を維持するためにも重要な働きをしています。このように腎臓は老廃物の排出や血圧の調整、血液を作るホルモンの分泌など、私たちの体を健康に保つために欠かせない役割を担っています。しかし、この腎臓の機能が低下すると、これらの働きがうまくいかなくなり、体に様々な影響が出てきます。特に深刻なのは、老廃物を排出できなくなることです。腎臓が正常に機能していると、体内の不要な物質や余分な水分を尿として排出して、体の中をきれいな状態に保てます。しかし、腎臓の機能が低下すると、老廃物が体内に溜まり、全身に悪影響を及ぼします。そして最終的には、自分で老廃物の排出ができなくなるので、人工透析が必要になります。人工透析とは腎臓の代わりに機械を使って血液を浄化する治療法です。一度透析が必要になると週に3回4、5時間の治療を続ける必要があり、生活が大きく変わります。そのため腎臓が弱った時は人工透析をしなくてもいいよう手遅れになる前に治療を始めることがとても重要です。しかし腎臓は沈黙の臓器とも呼ばれていて、機能が低下しても初期のうちは自覚症状がほとんどありません。ですから腎臓が弱り始めた時に体に現れるサインを見逃さないようにする必要があります。そのために次の章で腎臓の異変を見逃さないために注意すべき危険サインを詳しく解説していきます。腎臓が弱っている危険サイン。一つ目はむくみです。むくみとは体内の余分な水分が皮膚の下に溜まり、手や足、顔などが腫れぼったくなる状態のことを言います。朝起きた時にまぶたが腫れていたり、靴下の跡がなかなか消えなかったりする場合は、腎臓の機能が低下している可能性があります。健康な腎臓は血液をろ過して余分な水分や塩分を尿として排出し、体の水分バランスを適切に保っています。しかし腎臓の機能が低下すると、この調整がうまくいかなくなって体内に余分な水が溜まってむくみになります。特に重力の影響を受けやすい足はむくみが起こりやすい場所の一つです。長時間座っていたり、立ちっぱなしの時間が長かったりすると、夕方には足がパンパンに張ったように感じることがあります。また手がむくむことで指輪がきつくなったり、顔がむくんで目が開けにくくなったりすることもあります。特に朝のまぶたの腫れは腎臓の機能が低下している時に起こりやすい症状の一つです。腎臓がうまく水分を排出できないと、寝ている間に体内の水分が移動してまぶたや顔のむくみとして現れます。ただしむくみは腎臓の問題だけでなく、運動不足や塩分の摂りすぎ、心臓や肝臓の機能低下によっても引き起こされることがあります。特に高齢になると血液の流れが滞りやすくなるため、一時的なむくみを感じることは珍しくありません。しかしむくみが長く続く場合や日ごとに悪化していると感じる場合は、腎臓の機能が低下している可能性があるため注意が必要です。むくみは見た目だけの問題ではなく、体が異常を知らせるサインの一つです。普段から足や手のむくみに気を配り、変化に気づいたら早めに医療機関を受診するようにしましょう。腎臓が弱っている危険サイン。2つ目は尿の変化です。腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排出する役割を担っています。そのため腎臓の機能が低下すると、尿の量や色、泡立ちなどの異常が現れることがあります。まず尿の量が変化することがあります。健康な腎臓は体の状態に応じて尿の量を調節しますが、腎臓の機能が低下するとこの調整がうまくいかなくなります。その結果、尿の量が極端に減る、または逆に異常に増えることがあります。
尿が減る場合は腎臓がうまく老廃物や余分な水分を排出できなくなっている可能性があり、体内に不要なものが溜まりやすくなります。一方で尿の量が増える場合は腎臓がろ過機能を十分に果たさず、大切な水分や栄養素まで排出してしまっている可能性があります。また尿の色にも変化が現れることがあります。腎臓が正常に働いていると血液中の赤血球はろ過されずに体内にとどまりますが、腎臓が弱ると赤血球が尿に漏れ出てしまうことがあります。こうした異常のあるとき、尿は通常の薄い黄色から赤みがかった色や茶色っぽい色に変化します。さらに尿の泡立ちが異常に多くなることも腎臓が弱っているサインの一つです。通常尿をしたときに多少の泡が立つことはありますが、すぐに消えるのが普通です。しかし泡立ちが長く残る場合は尿にタンパク質が漏れ出している可能性があります。健康な腎臓は血液中の大切なタンパク質を体に残し、不要なものだけを尿として排出します。しかし腎臓の機能が低下するとタンパク質まで尿に混じってしまうことがあり、それが泡立ちの原因になります。尿は腎臓の健康状態を反映する重要な指標です。毎日の生活の中で尿の量や色、泡立ちの変化に注意して普段と違うと感じたときは腎臓の働きが弱っている可能性があることを覚えておいてください。腎臓が弱っている危険サイン。3つ目は高血圧です。血圧が高くなる原因は様々ですが、腎臓の機能低下が関係している場合もあります。健康な腎臓は血液をろ過しながら体内の水分や塩分のバランスを適切に保つことで血圧を安定させています。余分な塩分や水分を尿として排出することで血液の量を調整し、それが血圧のコントロールにつながっています。しかし腎臓の機能が低下すると塩分や水分をうまく排出できなくなり、血液の量が増えて血管にかかる圧力が上昇します。その結果血圧が高くなってしまいます。さらに腎臓にはレニンというホルモンを分泌して血管の収縮や拡張を調節する役割も果たしています。しかし腎臓の働きが弱まるとこのレニンの分泌が乱れ、必要以上に血管が収縮してしまうことがあります。血管が必要以上に収縮すると血液の流れが悪くなり、血圧がさらに上昇してしまいます。こうした腎臓の機能低下による高血圧は一般的な生活習慣による高血圧とは異なり、塩分の摂取を控えたり運動をしたりしてもなかなか改善しにくい特徴があります。さらに高血圧はサイレントキラーとも呼ばれるように自覚症状がほとんどありません。そのため知らないうちに血圧が上がり、腎臓や血管に負担をかけ続けてしまうことがあります。普段から血圧を測る習慣をつけ、自分の血圧の変化に気を配ることが大切です。特にこれまで正常だったのに急に高くなった場合や高圧剤を飲んでもなかなか血圧が下がらない場合は腎臓の機能低下を疑う必要があります。腎臓が弱っている危険サイン。4つ目は息切れや動悸です。心臓や肺に問題がないのにちょっとした動作で息が切れたりドキドキと動悸を感じることが増えた場合、それは腎臓の機能が低下している可能性があります。腎臓は血液をろ過するだけでなく、体に必要なホルモンを分泌する重要な役割も担っています。その一つがエリスロポエチンというホルモンです。このホルモンは骨髄に働きかけて赤血球を作るように指示する役割を果たしています。赤血球は酸素を全身に運ぶ重要な役割をしているため、十分な量が作られないと体の隅々まで酸素が行き渡らなくなります。その結果、ちょっとした動作でも息が切れたり、酸素不足を心臓が補おうとして一生懸命血液を送り出すので動悸が起こるようになります。特にこれまで息切れや動悸を感じたことがなかったのに、階段を上がるとすぐにはあはあと息切れしたり、心臓がドキドキと動悸することが増えた場合は注意が必要です。このような腎臓が原因で赤血球の数が減少して起こる貧血症状は
ゆっくりと進行することが多いため、自覚症状が出た時はすでに腎臓へのダメージが進んでいることもあります。そのため普段から息切れや動悸の変化に気を配り、違和感を感じたら早めに医師に相談することが重要です。腎臓が弱っている危険サイン。5つ目はかゆみです。特に乾燥する季節でもないのに肌がムズムズしたり強いかゆみが続いたりする場合、腎臓の機能が低下している可能性があります。腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出する大切な働きをしています。しかし腎臓の機能が低下すると血液中の老廃物や毒素を十分に排出できなくなり、それらが体内に蓄積してしまいます。この老廃物の蓄積が皮膚に影響を及ぼし、かゆみを引き起こします。特に腎臓がかなり弱っている場合には、尿毒症と呼ばれる状態になり、強いかゆみが全身に広がることがあります。また腎臓はミネラルバランスを調整する役割も担っています。腎臓の機能が低下すると、リンやカルシウムのバランスが崩れ、血液中のリンの濃度が異常に高くなることがあります。この高リン結晶が原因で皮膚の神経が刺激され、かゆみを感じやすくなることもあります。特に背中や腕、足など特定の部位に強いかゆみを感じることが多いのが特徴です。この腎臓の機能低下によるかゆみは、普通の皮膚の乾燥やアレルギーによるかゆみとは違い、保湿クリームを塗ってもなかなか改善しません。また、かゆみの程度が一定でなく、日によって強くなったり弱くなったりすることもあります。特に夜になるとかゆみが増すことが多く、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする原因にもなります。最近肌がかゆいけど乾燥のせいかなと思っていたら、実は腎臓が弱っていることが原因だったということもあります。特に他の危険サイン、例えばむくみや尿の異常、高血圧と一緒にかゆみが出ている場合は、腎臓の機能が低下している可能性が高いと考えられます。このように腎臓が弱ると体のあちこちに変化が現れます。危険サインが出たからといってすぐに腎臓の異常とは限りませんが、手遅れにならないように早めに医療機関を受診するようにしましょう。それでは最後にまとめをしておきましょう。腎臓の機能は主に血液をきれいにする、体の水分量を調整する、血圧を調整する、血液を作るホルモンを分泌する、骨を丈夫にするといった5つの働きがあります。腎臓が弱ると体のさまざまな部分に影響を与え、放置すると人工透析が必要になることもあります。腎臓が弱っている危険サインには、むくみ、尿の変化、高血圧、息切れや動悸、かゆみがあります。危険サインが現れた場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。それでは今回の動画は以上となります。この動画が良かったよという人は、グッドボタン押していただいて高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。